さて、今回は天ユン V2M です。ダヤンの天ユンの後継ですね。裏はこんな感じ。今回はスマートシップさんから入手しました。さて開けていきます。いきなり取説がありました。中国語は読めない。なんとなく写真と漢字でわかりますけど、裏は英語のようなので後ほどそちらを取りますね。付属品と本体を取り出します。まずは付属品の箱から開けてみます。ドライバーが2本も入ってました。あとはジグとコア。バネが2袋。これは手順書のようですね。これは見ないでもいいでしょう。バネがたくさんありますが、なぜでしょうね。短いバネと、長いバネがありそうです。長い方はこんな感じで。短い方はこんな感じです。短いバネは4本ありました。長い方が3本しかなかったのはよくわかりません。あと入っていたのはこのコアです。コアが付属品として入っているなんて初めてです。2袋目のバネ。長いバネが7本入ってました。予備のバネなのか、交換用に強さが違うのか？後で取扱説明書で確認します。あれ、8本目がありました。これは後で調べたところ、最初の袋に入っていたものでした。あとはプラスドライバー、センターのネジを回すためのものでしょう。こっちはマイナスドライバー。マグネットの調節に使います。最後にこのジグ。六角レンチですね。反対側は一回り小さいです。こっちが大きい方。バネのテンションとかを変えるのでしょう。さて本体を開けてみます。サラサラします。マットなんでしょうか？センターのロゴはステッカーのようで反射します。マットのようなマットでないような。XS のマットと比べるとかなり反射します。左から X、天ユン V2M、XS です。XS よりは艶消し処理は薄そうです。回転はシュルシュル音がしますね。薄めのマット加工はあまり滑りません。X の方が音が大きいですね。356M です。間違いないです。X なら磁石が抜けるので。音は X と似てますね。最近、X は重く感じます。M を軽めの設定にしたせいでもあるんですが。やはり静かですね。天ユン V1 譲りの静音。エッジのマグネットが目立ちますね。ス
数字が1、2、3と書いてあります。1の方が出っ張っています。XS のマグネット調整よりは中間の設定がやりやすいかな。1、3。初期設定は2でした。私にはちょうどいい感じ。10V1 相当にするには、マグネットを弱くする必要がありそうです。センターキャップが外しづらい。爪がかからない。最近キャップ外すときに爪が折れちゃうんです。よく見たらくぼみがありました。外しづらいって。さて調整する部分です。内側と外側に数字が書いてあります。初期値は内側が 0.6。このネジの銀色の出っ張りが指している数字ですね。外側の初期値は0。この三角が指している先の数字ですね。0.5、1.0、1.5 とかあります。内側を回すときは小さい方を使います。多分センターがコアから離れられるようでしょう。押さないで回すとネジがそのまま緩みます。なので押し込みながら回します。カチッとはまります。数が大きいほど緩くなる。1.2 です。1.0。0.8。0.6 に戻しました。次は外側です。今0です。反対側も0を指している。これがバネの反発の調整でしょう。今度は大きい方を使います。右回りでも左回りでも OK でした。メモリに合っていれば OK。一応取扱説明書を見てみます。マグネットは1が強、2が中間、3が弱、図には2が2つあるんですけどね。1ストロング、2ミディアム、3ライト。先ほどのやり方で OK でした。外側にした数字が有効です。12H すべてやることを忘れずに。続いてピーストラベルとテンションコントロール。センターパーツが離れられる距離とバネの強さですね。ここでバネが2種類出てきます。長い方は内側につけるんですね。大きい方でバネの弾力調整。小さい方でセンターピースがコアから離れられる距離の微調整ができる。無段階の軸距離調整って書いてありますが、ネジだからそれはそうですよね。6面を同じになるようにドライバーで調整する、とあります。あんまりきつく締めると壊れますよって書いてあります。そもそも6面を同じにするのが難しいんですけどね。壊れた時はスペアのコアを使ってねってことでしょうか。センターの移動できる量の微調整を 0.6 から 1.2 とありますが、数が大きい方がセンターの離れる量が大きく、
コーナーカットが広くなります。この赤い印は実際にはなくて、ネジの銀色の針です。押しながら回さないとネジが回ってしまいます。テンションコントロール。バネの弾力調整は0から 1.5 の4段階あり、数が大きい方がバネの反発が強くなります。三角の印に合わせます。反対側にも印や数字があります。終わりですね。結局バネについて何も書いてないので、たくさん入っていたのは予備のバネだったようです。例えばこれは、内側が 0.6 で外側が 1.5。狭くしてバネもきつくした設定です。重さです。84g でした。V1 は 76.9g とあったので、それより重くなっています。356M の表面を X のものと交換したものは 73g。そんなに重くは感じないのですがね。今度は 83g でした。そもそも X が 80g なんですね。サイズはスペック表では 55.5mm。M より微妙に小さいですね。コーナーカットは48度くらい。リバースはオンザラインでした。分解してみました。バネをなくさないように、2本入っているので、コア側に長いバネを入れます。青いパーツで短いバネを挟み込む。このくぼみがバネを押し付ける量と関係している感じ。ここが一番浅い。だんだん深くなっていく、見たくなっています。センターパーツ。くぼみがありますがまあよくある感じのセンターですね。コーナーは足と一体成形。波型の溝が掘ってあります。ここに潤滑剤が入ることで、すぐに乾くのを防いでいるそうです。あと、静音にも溝が効いているそうです。一体成形なのでネジとかはめ込みとかがありません。ここにも溝が掘ってありました。潤滑剤保持と、静音か、摩擦現象のためでしょうか。次はエッジです。マグネット調整用に3つも入っているので、さすがに全体が重くなってしまったのでしょう。1側がへっこんでいて、3側が出っ張っています。同じ磁力のマグネットで距離で調節するのでしょう。こちらにも溝がありますがコーナーほどではないですね。ここにも溝がありました。表面を外してみました。ガンと同じで3箇所の爪を外せば外れます。すべて外せば表面が外せます。ここの爪で3色がはまっています。はめるときは押し込んで、
爪を3箇所引っ掛ける。エッジを分解する場合は、まず、爪をドライバーで外します。その後に、ピックなどを差し込んで広げていき、両方の色を同時に外します。このパーツがここで組み合っているので、片方ずつ外すと壊れる可能性があります。マグネットパーツはこれですね。なんではまっているのかよくわかりません。外面と内側の壁に挟まっているだけでした。表面がないと取れちゃいますね。例によってはめるのは簡単です。さてこの数字ですが、バネの強さが0から7はいいとして、コアから離れられる距離って 0.6 から 1.2 ですが、単位は何なのというお話。ガンのニュメリカル IPG だと単位はミリメートル。コアからセンターが離れられる距離。一旦外します。つけて。エッジを外す。この距離を測ってみます。1.2 にした時に 14.0 ミリになるように、ネジを調整します。14.0 ミリは適当な値ですが、一応なりました。ここで 0.6 にして測ります。だいたい 13.4mm に見えるので、0.6 ミリ減ってますね。ということで単位はミリメートルのようです。次にネジのピッチを測ります。ネジを1回転すると、どれだけの距離を動くのか？ネジ10回転分で6ミリのようです。なので10で割って1回転では 0.6 ミリ、ということがわかりました。そもそも一番最後までねじ込んだ時に、0.6 にすると、センターが 0.6 ミリ離れられるということのようです。ネジを緩めてしまえば、0.6 という数字に、絶対的な意味はなくなります。ですので、上と下の余裕のある、0.8 か 1.0 で6個のネジを好みに調整しておいて、最後の微調整を青い六角レンチで、やるのがいいかもしれません。センターがコアから離れられる距離というのは、この移動量ですね。あとはネジ1回転が 0.6 ミリというのを頭に入れて、調整してみましょう。さて、まとめです。10 V2M は V1 の正当後継っぽく、静かです。磁力は V1 より強くなってますが、弱なら同じくらいでしょうか。こちらは 356M の表面をグロスにしたもの。やはり私はガンに慣れてしまっている感じですね。10 V2M は、ガンマニアには不要かもしれませんが、安いですし、静音なのを欲しいならありだと思います。マグネットも強さが3種類あるし、センターの離れる量やバネの強さの変更が、六角レンチでできますし、M はマグネットは固定ですね。10 V1 より、調整の自由度や簡便性が上がりましたね。ということで10 V1 を持っている方は、絶対に買いだと思います。
結局、天運マニアかガンマニアかに、よるんでしょうけれども、安い割に静かで調整の幅があるキューブだと思いました。それでは今回はこの辺で、